皆さんどうもこんにちは、しおりです。はい、この可愛いキャラクター、なんと台湾セブンのキャラなんです。というわけで私またもや台湾におります。ちょっと驚きなんだけど、前回台湾政府にお呼ばれしたよというビッグな動画、あれが好評だったのでしょうか。はたまた私の台湾愛が伝わったのでしょうか。またしても来ることができました。台湾とズブズブの女です。しかも今回は台北で開催されたホットポットアワードという火鍋の祭典ですね。そこで受賞した火鍋店で火鍋を存分に食べておいでっていう台北市政府からの招待を受けてやってきたんですけども、つまるところ異国の食や文化を体験してみんなに紹介できるっていう、ただただ幸せな PR 動画ですね。ってな感じで今私は台北におるわけなんですけどもね、今から火鍋を食べに行ってきます。本場のね、私に課せられたミッションとしては、その火鍋を美味しくいただけばいいらしいので、そんな都合のいい話あるかって感じなんですけど、存分に味わっていきたいと思います。行ってきます。今回とて何が何だかよく分かってないんですけども、とりあえずたくさん食べれるような戦闘服を持ってきたのと、今日は助っ人もおりますのでたくさん食べてきます。シンプル友人です。さすがに火鍋一人じゃ食べきれんかなと思ったので、大食いも大食いの専用連れてまいりまして、今からその受賞した10店舗の中から2店舗、まさかの火鍋をはしごしていきます。本場の味に触れちゃうぞ。本上場さん、そもそも日本だと火鍋ってあんまり身近ではないと思うんだけど、うねうねの仕切りがついた鍋で、片方は辛いマーラースープ、もう片方は出汁でいただくっていう、2頭を追うものは2頭とも得るタイプのお鍋でして、で本場台湾ではたくさんの火鍋屋さんがあって、お店によっても個性が全然違うんですけども、ここはなんて言えばいいんだろう、カスタマイズ火鍋と言いましょうか。火鍋セットの中からあれやこれや自分で選んで決定していくタイプの火鍋で、あれやこれやカスタマイズした結果がこちらなんですけども、めちゃくちゃ豪華すぎやせん？こんなアフタヌーンティーみたいになってる牛肉と羊と、こちらがマーラー火鍋ですね。これにはこんな13種類もの漢方入り、体にさぞいいことでしょう。でお決まり台湾ビール、これはセットには含まれてなかったので単品で500円。この大きさで500円だからね。というわけで台湾に乾杯。いただきます。いやさ、いつも一人じゃん、海外来るとき基本なので、こうやって人と乾杯できるっていうのはまた一挙幸せなひとときでしたね。幸せで、こちらはタレ薬味コーナーなんですけど、おなじみしゃぶ用スタイルと言っていいのでしょうか。ダメかな。でもね、置いてあるものが台湾っぽくて、パクチーもあれば粉山椒もあれば、いろいろ見たことのない調味料でね、香りから楽しい。全部同じように言うな、これほいだらやっとこさお鍋に投入。この湯葉もそうだし、水蓮菜2度目ましてなんですけども、
この辛そうなマーラースープに次々と入れていきまして、でこの肉がねまた美味しそうなんですよ。ちょっとしゃぶしゃぶしただけで食べれるような新鮮なお肉、いざ入場です。果たして辛いのでしょうか。全然美味しくて辛さ控えめだなって思っていたんだけど、辛さの感覚人それぞれ。でもここいいのが一人一鍋なのね。なので、個別で頼めるし、ソロにも優しいし、辛いのダメな人は辛くないスープにすればいいしで、しかも店員さんも優しい。で、数ある具材の中でも一番気に入ったのがこの豚の脳みそと、あとこの揚げパンね。だしをもう吸い切ってる。で、最初は豚の脳みそって思ってちょっとワクワクドキドキだったんですけど、これはこれでね、言うなれば高級な白子とでも言いましょうか。臭み全くなくて、無論ビールが進んでしまう。よろしく頼む。よろしく頼む。すごいさ、愉快な袖をしてるね。愉快な袖が見える。袖だけでわかるでしょ。袖、そうわかる。幸せ。みんなにその袖で紹介できて幸せ。で、嬉しい締めはサンラーフンってやつかマーラーつけ麺が選べて、私らはつけ麺いたしましたが、こちらもね、つけだれがもうフォアジャオたっぷり。日本と全然辛さの質が違うんだよね。そんなつけ麺をすすった後、なんか持ってきた。無料だって。何？入れてみなきゃ。なんとセットに締めが含まれているのにもかかわらず、まさかのフリー乾麺ございました。卵麺かと思ったら王子で、それやっぱりそうだ。台湾では超ポピュラーな王子麺。パッケージも可愛くてとってもハオで、いよいよラストはド派手デザートタイム。ご覧ください。このドライアイスの趣というわけで、こちらのタロイモが乗っかったかき氷デザートをペロリといただきまして、無事完食です。美味しかったです。これからまだ2軒目が待ち受けてるということで幸せでした。紅救急。で、最後は2分割交流をさせていただいたお礼とのこと、オーナーさんたちにおせんべいを贈呈。とっても素敵な1軒目。楽しそう。はい、この時すでにもう腹7分目。でも私のお腹って腹10分目かと思いきや腹15分目くらいまであるのでご安心を。というわけで間髪入れず2軒目。こちらのお店は火鍋大賞の高級部門にて1位を獲得したそうな、こんな風に大層リッチな店内と目に余るほどのお魚たちで、メニューは単品注文のシステムなので、普通に選んでいくんだけどね、どれも本当に美味しそうだし、ご丁寧に日本語までございますので、安心してご来店いただければと思います。そうして聞いてください。なんと前回飲めなかった台湾18日ビール盛り付けました。みんながおすすめしてくれた通りごっつ美味しかったから、台湾行ったらこれ飲んでみて。Spicy here. Okay, no problem. 大丈夫。かっこいい。
優しさが顔から溢れてるタイプのイケメン店員さんで、じゃじゃーんご覧ください、この豪華な品々を。もうさ、だってこの霜の降ったお肉で網だくじできるよ。まだ全部は届ききってないんですけど、ひとまず食べ始めましょう。はい、今回は左酢キャベツのスープ、右こっちから見ると逆になりますが、唐辛子薬膳スープをチョイスいただきまして、でこのピーナッツのタレがめっちゃ美味しくて、言うなればごまだれ的な感じなんだけど、そこにパクチーやらニンニクやらを入れまして、いざ肉入場。私の鼻バロメーター盛り上がってます。これで盲点だったのがこの酢キャベツのスープ、キュッと酸っぱくてちょっと発酵っぽい味もしまして、辛い酸っぱい辛い酸っぱいと無限で食べ続けられるお味と思っていたら、私が見たものとは一体。見てください、この海鮮盛り、こんなお顔しちゃうでしょもうこれはあれだよね、台湾じゃなきゃ味わえない。だってほら、海鮮とバラの融合、この頼んだ人を楽しませたい、驚かせたい、盛り上げたいっていうサービス精神が大好きだし、まんまとあの顔しちゃったよね。でもかなり量食べてるはずなのに全然お箸が止まる気配なしというのも、本当にさっぱりと、そして薬膳だからかな、むしろ痩せそうみたいなところある。もう肉も海鮮も次々と入れていくわけなので、もう後半になればなるほど美味しいっていう。かわいい、かわいい、足くるんってなってる。ほいで店員さんがエビを剥いてくださり、ハートにしてくれるというお茶目ポイントでいただいて、美味しさゆえのスローモーションなっちゃった。多分カメラもちょっと空気読んだんじゃないかな。はい、その後も黙々と食べ続け、もはや動画そっちのけ、仕事をしろという感じですね。でもやっぱり感じたのは、日本で食べる火鍋とのスケールの違い。いや、日本そもそも火鍋を食べるお店が少ないじゃん。けど台湾は至る所に火鍋屋さんがあるし、もう香辛料とか漢方の使い方がすんごいの。台湾って聞くともう夜市とか小籠包とかいろいろ食べたいもの山々なんですけど、今度からは火鍋もレパートリーに入れていきたいなと思いました。美味しかったね。お言霊だね。でも明日は朝ごはん食べるから。いらない？ビュッフェだよ。いいけど絶対に。お土産というわけで、お決まりの粒より小餅、なんでこれにしたかは分かんないんだけど、参考成果なら間違いないかなという信頼をもとにプレゼント。もうね、ほんとお腹いっぱい胸いっぱい幸せすぎちゃったので、ここからは仲良く2人でホテルまで歩いて帰ったんですけども、今気温もすこぶるちょうどよくて、っていうかこっから秋冬と来るはずだから、火鍋もますます美味しくなることでしょう。皆さんぜひ台湾に行ったら夜市小籠包火鍋食べてみてはいかがでしょうか。というわけで今日も最後までありがとう。じゃあのー。